こんにちは。今日のタイトルはズバリ図鑑即熱という言葉です、はい、なんかこうちょっと古臭い感じします。若い人知ってます？そうですね、おじいちゃんおばあちゃんが言ってたイメージがありますけど、ありますよね。なんかいい習わしとかね、はい、経験則とか、なんかそういうちょっと古臭い感じがするかもしれないんですけれども、この四字熟語本当に大切なメッセージを込めているんですよ。はい、特にこの眠りに関してですね。暑い時どうしてます？はい、そうですね、もう暑くて寝れない時はもうアイス飲んでこう、頭冷やしたくなる。アイス飲んで冷やしちゃう、まあやりたくなるのも分かります。あとはそうですね、足も出して冷やして寝たりとか、布団から出しちゃったりとか、掛け物から出しちゃったりとか、ありました。それね、一つ当たってて一つちょっと間違ってますからね。まあそんなことも含めて今日はこの図鑑即熱、頭と足に関して深掘りしていきましょう。はい、こちらご覧ください。結果から申し上げてしまうとですね、頭は冷やす、足は温めるっていうことが大事なんですね。ちょっと後で細かいことを話しますけれどもね、この、図鑑即熱という4個の漢字で表せる、言い当てている頭を冷やし足を温める、これはですね、近年この体温調節という観点と、また自律神経の調節、ひいては睡眠科学、この3つを組み合わせていくと、最終的にこの図鑑即熱でよく眠れる眠りの問題解決になっていくわけなんです。一言で言うならば、図鑑即熱は深部体温を下げるためのコントロール戦略と言えます。ちょっと大げさですけれども、はい、深部体温わかります？体の中の温度ですね。温度ですね。例えばどこで測ったりするか知ってます？耳とかですか？鼓膜温とかね。はい、これから出てくる細かいちょっとこのどこで深部体温を測るかとか、深部体温って一体何かっていうこともおさらいしながら、この図鑑即熱の謎に迫っていきたいと思います。よろしくお願いします。では、この深部体温という言葉ですね、英語で言うとコアボディテンペラチャーみたいに言うんですけれども、どんな感じです？これ意味。コアなんで中心で、ボディ、体の中心温度、中心の温度っていう感じですよね。はい、3つあります。はい、脳温と鼓膜温と直腸温。例えば私たちみたいな、外科医、整形外科医も含めて、外科医は手術をするじゃないですか。手術する時って患者様に、手術中の温度を測るために直腸からこんな風に肛門から温度計を、直腸温の測る温度計を入れて術中も体温をモニタリングしたりするんですよ。つまり測ることはできますよね。でも脳温はどうでしょう？確かに脳になんか刺したりとかできないですもんね。ですよね。侵襲的だし、もちろんそんなことはできない。穴開けることもできない。だからこれは測れないんですよね。いずれにしてもこういった深部の体温を下げること、これがなぜ重要かというと、こちらです。はい、入眠、眠りに入る時の条件として3つあります。どうぞ。はい、深部体温を下げる、脳の温度を下げる、神経活動を下げる。脳から末梢の神経っていうのはもちろん全部これ体全部行き渡ってる神経があるわけですけれども、寝る時考えてください。例えばですよ、パソコンカタ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 打ってるとどうです？熱こもってきませんか？熱くなってきますね。ですよね。ファンが入っていて、もちろんそれを下げて熱を逃しているわけですけれども、ほとんどこれ頭と同じなんですよ。頭もですね、起きてる時、寝る前にカーっていろいろ、あれがこれでこれで、明日の仕事はこうで、明日学校行ってこうで考えてると、脳がオーバーヒートになっちゃうわけです。だからそこをクールダウンしないといけないんですね。脳は熱を作っているんです。これを
下げないと眠りに入れない。夜中も頭が熱くなると目が覚めてしまうわけですね。そこでここの首の動脈静脈血管によって冷却装置として温度を下げているわけですけれども、見てください。お布団かけた時に頭と首は外に出てるじゃないですか。冬でもそうですよね。冬頭まで布団かぶって寝たら途中で暑くて目覚めちゃいますよね。だからこの辺は首の血管も含めて布団の外に出て、ここは冷却しなきゃいけないわけです。わかりましたか？頭寒の頭寒、頭を冷やすということの必要性についてご理解いただけたかと思います。じゃあ今度は足ね、足を温める。足はですね、最大の実は放熱器なんですよ。足先が冬寒いと眠れないっていうことないですか？そうですね、足が例えば布団から出ちゃったりすると寒くて起きちゃったりとかね、足が冷たくてなんか眠れないってなる。それは足っていうのは温めることで血管から熱を放散して深部体温が下がるんですよ。だから足は一定量暖かくしないと熱を放散できないんですね。でそのもっと細かいことを言うと、普通血管っていうのは、動脈から流れてきて毛細血管でちっちゃい血管で、今度毛細静脈に行って静脈から貫流するんですけど、足はね、動脈から静脈、動静脈吻合っていうのが直接大血管でつながっているらしくって、あまりその細かいところに行ってまた上がっていくのではなく、結構ここで熱を放散することができるらしいんです。だから足は体の中でも最大の熱放散器。そこでうまく足を温めて熱を放散してコアの深部体温を下げるっていうことができると、スーッと眠れるわけですね。わかりましたか？はい、よくわかりました。はい、面白いですよね。頭寒足熱っていう昔から言われている言葉がこんなにも科学的に今検証されているんだな、どうしてよく眠れるかってことが分かったと思います。どう？今日から眠れそうですか？はい、今日からちょっと試してみたいと思います。やりたいですね。こんな簡単なことで眠れるならとてもいいと思います。この続編としてどこを図鑑するのかっていうビデオもありますので、どうぞご期待ください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。